皆さんこんにちは、かおりです。今日はですね、スペシャルゲストの方に来ていただいています。大西隆之さんといって、マレーシア在住歴21年のマレーシアの達人でいらっしゃいますマレーシアでの、起業とか現地採用、あとはマレーシアでの子育てなどなど、マレーシアでですね、もういろんなことを経験してこられたもうね、先ほども言ったんですけど、マレーシアについてのもうね、達人と言ってもね、過言ではない方でいらっしゃいます。今日はですね、その大西さんにいろいろとマレーシアのリアルな生活っていうのをですね、ちょっと教えていただこうかなと思っています。マレーシアへの移住希望者が増える中で、やっぱりね、マレーシアでの生活って実際どうなんだろうっていうふうにね、疑問に思っていらっしゃる方もすごく多いと思いますし、最近個人的にですね、インスタグラムとかツイッターの方で DM をいただくことも多くなりました。ということでですね、今日はその大西さんへのインタビューを通してマレーシア移住希望者の方にですね、ぜひためになるような動画をですね、発信していきたいと思います。じゃあ大西さん、よろしくお願いします。じゃあまず大西さん、軽く自己紹介をお願いします。どうも大西です。マレーシアには1998年に来て、今で21年目になります。最初の15年ぐらいは、自分でレストランをやっていまして、これでずっと自営をやってて、今はこっち側のレストランを運営している会社で働いています。子供は2人いて、奥さんは日本人の奥さんで、私日本人で子供2人いて、インターナショナルスクールに通っています。僕は18歳と14歳の子供がいます。両方男の子です。いや、こんな感じで、今は奥さんは今のところ主婦ですね。はい。ありがとうございます。で、大西さんってマレーシアにその21年住んでいらっしゃるじゃないですか。はい、で、そもそもなんでマレーシアに住もうと思ったんですか？そうだね、まずはやっぱり海外に出たいっていうのがすごくあって、海外でもどこがいいかっていうと、僕はやっぱりトロピカルアイランド、南の島、ヤシの木があって、目の前に海があって、そんな家に住みたいなーって思うのが第一印象で、そういうところに、海外はそういうところに住みたいと思ったんで、マレーシアに来たんですけども、なんでマレーシアやったかというと、日本からやっぱり近い方がいいな、もうすでに結婚してたんで、日本ともこれからも親戚付き合いがあるから一気に来るっていうのもあるんで、日本から近いところ、あとも結婚してたんで、子供のことを考えたら病院とかの医療水準が高いところ、それなりにね、これ学校が教育水準が高いところ、学校はそれなりにしっかりしているところでっていう方がまず一番多かったですね。なるほどですね。あとやっぱり治安がいいところ、やっぱりふらふらと歩いていけるところ、それとあとやっぱり自分で商売始めようとしてたから、やっぱりお金がないところ、お金がね、やっぱりそれなりに日本から来た時にも持ってたけど、やっぱり開業する時の資金は安く回したかったっていうのが大きかったですね。そうですね、わかりました。ありがとうございます。それでですね、マレーシア、やっぱり海外に移住すると日本語じゃなくって英語だったりとか、その他のね、国の言語が必要になってくるわけじゃないですか。で、そのマレーシアに移住してくる前に、例えば英語とか外国語のそのスキルっていうのはどのぐらいあったんですか？そうね、僕も嫁ちゃんもホテルで働いてたので、接客するっていうのは、例えば注文取ったりとか何かを頼むとか、あとちょこっとも京都出身なんで、京都の観光でちょみとできるぐらいの会話は、英語の会話はできました。ホテルも結構外国のお客様が多かったんで、それで喋る機会が多かったんで、その辺はラッキーやね。そうです
例えばマレーシアの公用語だとマレー語だったりとか、あと中華系の人も住んでいるので、マレーシアでは中国語を話すっていうことも必要になると思うんですけど、マレーシア移住の前にマレー語とか中国語っていうのをどの程度話せたんですか？もうね、マレー語はね、マレーシアに行くって決めて、最初の1年間にその豆単語帳みたいなのがあって、それでスラマパにムラパとか簡単なのは練習して覚えるようにしました。なるほど。があまり役に立ちませんでした。あまり役に立ちませんでした。そうですか。はい。じゃあ中国語は？中国語はね、全くの言語喋りませんでした。っていうか、ここまでチャイニーズの人と中国系の人と接する機会があると思ってなかったんで、もう英語とマレー語のみでしたね。わかりました。じゃあ次のね質問に行きたいと思うんですけど、マレーシアに移住を考えている方が結構ね気になっている質問だと思うんですけど、ズバリマレーシアってぶっちゃけ日本人にとって住みやすいと思いますか？もうね、めっちゃ住みやすい。めっちゃ住みやすい。住みやすい。慣れたら住みやすい。なるほど。慣れたらっていうのは、まあほんまに慣れたらね、ほんま住みやすいですよ。本当に。じゃあね、俺さ、喋りすぎちゃうからさ、いいようにならないんだよね。だからもう会話したいと思ってから。いいですよ、いいですよ。もうな、ペラペラエンジンかかると、ほんまにメラメラ喋っちゃうから、まあ、ほんまにお酒がなってよかったね。ほいで、まあ今はね、ほんまに意欲あるし、大丈夫あるしね、別に買い物はすごい便利やしね。日系のお店かなりありますよね。増えましたね。例えば食事面とかって日本人にとってどうですかね、マレーシア。そうね、これやっぱりね、合う合わへんがあるから、旅行者やと別に合う合わへんで済むんやけど、僕らみたいに住んでる人間になると、家では基本的にイオンで買ってきた、どっかスーパーで買った日本のキッコーマンのお醤油とか料理酒とかミニとか普通に使って家で食べるもんはまあ日本食ですよね。はい。それで僕も嫁もそういう屋台とかマレーシアの食べ物食べに行くんやけども、僕はパクチーとかは全然大好きで問題ないんやけど、嫁ちゃんと子供は全然ダメ。これで例えば中国系の、ハーブみたいなのが強い、僕は大好き。僕は何でも食えるんやけども、うちの子供はダメなんですね。だからみんなで家族で行くときは選べるところで、あるから、何でも嫁と子供は何でも OK っていうわけではないね。僕は何でも OK です。はい。じゃあどうだろう、ローカルのご飯に抵抗が全くないのであれば、かなりマレーシアでの食事っていうのは困らず困らないね。ですね。逆にローカルの食事の方がメインですね。僕らどっか外食行くときはね、こっちの方が美味しいし、チョイス広いしね。なるほどですね。じゃあ衛生面ってどうですか？これはね、平気な人は大丈夫やし、平気じゃない人は綺麗なところを選んでいくっていうのが一番大切ですよね。そうですね。やっぱり日本でも汚いところはどこにしても汚いし、綺麗なレストランはどこにしても綺麗やし、これは日本と一緒で、無理にマレーシアに来たんだから屋台飯で屋台で放課で食べなきゃって思うのはそういうので基本的に腹下してマレーシアの飯大嫌いになって帰るから、そういう人はちゃんとしたレストラン行ってください。そうですね。本当に嫌だったら最初から選んで汚いところには行かないっていうことですね。はい、そうですね。じゃあこれもよく私個人的に聞かれることなんですけど、マレーシアの治安ってどうですかっていうね聞かれるんですよ。そうなの。どうでしょうか。これもね、さっきと一緒でやばいとこには行かない。僕の住んでるエリアもすごい閑静な住宅街で、僕いつも夜にランニングして走ってるんですけども、これは問題ない。非常に治安いいし、これでただやっぱり気をつけてるのはおっさんですけど、お相撲ですけど、
人混みのない真っ暗なところには行かないとか、なんかちょっとやばそうなエリアには行かない。夜中に買い物とか、お酒とかなんかコンビニに行ったりする時でも、僕の住んでるエリアの大きい通りの向かいとかはよく警察が書いてあってるエリアなんで、そういうところには近づかない。なるほどですね。よろしくお願いします。旅行者の方とか最初の初期者の方に限ってそういうところにインスタがある。やめて。やばいところには近づかないっていうこと。みんなねいっぱいね日本背負ったりとかもう観光客が分かるかっこいいのでそれはやめてください。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ次マレーシアの医療面ってどうですか？そうですね。これはもうよく断言できますけど、僕も大きな手術とかを何度かしてるんですけども、住むのであれば本当に保険買ってください。民間の保険、プロデンシャルとか、日系企業でも東京マリーンさんとか MSIG とかありますけど、そういうのに住むのであれば必ず買ってください。っていうのは国がやってるガバメントの病院もあるんですけども、やっぱりその待ち時間がすんごい長かったり、やっぱりこう対応がおざなりやったりとかで、あまりこう日本では体にはお勧めできなくて、僕がその病院に行った時もやっぱりプライベートの病院に行くんですけども、やっぱり保証金をすごい1000リンギとか2000リンギと要求されるし、フラットに来てデポジット払えなかったらもう見てもらえないので、やっぱり保険買っとくのは一番大切で、向こうも安心して見てくれますからね。ただ風邪とかちょっとした風邪とか血液検査とか行くんやったら、別にこの近所にある小さなクリニックでも非常にリーズナブルな安い価格でやってくれるので、そこでなんていうかな、そこで手に負えない場合は先生がちゃんとしたプライベートのところに紹介状を書いてくれますので、それはクリニックで十分ですね。わかりました。はい。じゃあ次なんですけど、マレーシアでの子育てってどうですかね。ちょっと漠然としてるんですけど、はい。乳児とかをこっちで産んで育てるにはすごくいいんだと思います。というのはナスね、ずっと。そうですね。そしたら服が1枚だけで済むからおむつ替えるのはすごい楽。これね、一回子供赤ちゃんの時に日本連れて帰ったのよ。冬に帰るといっぱい着てなあかんやん。そうですね。おむつにたどり着かないのよね。一生懸命対応としても。厚着してるから。厚着してるから。だからね、育てるのはマレーシアの方が楽。ただやっぱりね、産むのはどっちかやっぱりマレーシアでもいいし、日本でもどっちでもいいかなと思うのは、やっぱり日本って産後のケアがすごくいいよね。だから授乳の仕方とか、なんかいろんな教えてくれるらしくて、すごいな。あとやっぱりお金払って、国民健康保険とか払ってるのは政府からお金もらいましたね。そうですね。うちは払ってなかったんで、もらえてないです。ちょっとなんで。なるほどですね。それでやっぱり子育てのグッズ、例えば赤ちゃんに何かあげる器とか哺乳瓶とか、やっぱり日本の方はバラエティーあるんで、いくらアマゾンで買えるとか言っても、これ日本の日系企業が出てるって言っても、やっぱり日本はかゆいと思うんですけど、そのグッズがすごくたくさんありますね。ベビー用品が。なるほどですね。やっぱりでもサポーターがいるのはね、やっぱり日本やとね、お父さんお母さんとかこっちは来てもらうことが多かったからね。うちはお母さん来てくれなかったから、それは助かったんですね。やっぱりこう身近にサポートしてくれるのはいる方。そうですね。海外に住んでるとなると自分たちで何でもこうしなければいけない。その時にね、車の運転とか頼める人やからいたりとかいうと聞こえた。っていうのは僕の2人目の子供も破水して病院に行ったんやけども、やっぱりその時に嫁が仲良くしてたインディアンの友達に病院まで運んでも
てもらってて、もうその時のご夫婦なんやけど、破水してるにはお父さんがさパニックっちゃって全く使い物にならへんから奥さんが「もうあんた私が産んでんの」ってもうね教えてもらいましたほんでやっぱり聞いてると嫁もそういうことが起こるやろうからっていうので1人目の時が妊娠分かった時から意識的にこうローカルの友達とってこのネットワークを作るようにはしてたって言ってましたね。なるほどですね、やっぱりこう、マレーシアに来たらローカルのこう人脈作りっていうのかなり重要ですよね。というのは僕は夜の仕事やってレストランやってたから夜に何か起こっても対応できないから、やっぱりそれの時は誰かに頼まなあかんからね。なるほどですね。こんな人は海外生活に向いていないみたいな人ってありますか？へえ。なるほど。へえ。でも物価が日本の3分の1だっていうふうに言われるじゃないですか。それって実際住んでみてどうですかね？